こんにちは。はい、こんにちは。はい。前回やったもみじ、はい。芽が出てきたと。芽が出てきたというか葉が出てきたと。はい。はい。見事に生え揃いました。ね綺麗でしょ。これなんか品種かもって言ってたけどどうですか？山でしたね。山もみじ。枝が細かったんで、もしかしたら小葉かなと思ったけど、普通の山もみじでした。これほら新芽はこんな感じなんですけど、この後もうちょっと5月の半ば過ぎに葉刈りしますので、葉刈りかけるとこの大きいのがなくなって小さい方で統一されるので、秋の紅葉の時はもっとちっちゃいですよ。葉が小さくできると。そう。なんでも最初の葉は大きいの出ちゃうんで、やっぱりね。小さい鉢に入ってればよかったんですけど、春先に大きいのに入ってたのを縮めたんで、葉っぱが小さく、来年の春このまんまにしとけば芽出しから小さいはずです。なるほど。キュッと締まりますからね。最初の年は葉刈りで頑張ります。はい。で今回は何しましょうか？今回はね、これね、イボタなんですけど、すっごい古いイボタ、枯れてるのもいっぱいあるんだけど、荒川イボタだと思います。皮が荒れる方のね。結構すごいですね、これね。すっごい古い木で、これは要するにもうお辞めになる人のお庭を片付けた時に、出てきた時に、もう枯れてると思い込んでほっといたんですけど、吹いたんですよね。あら、生きてるわっていうんで、これをきれいに手入れして、蘇らせてみようかなと思います。よろしくお願いします。はい。まずイボタの特徴みたいな。イボタはですね、生えてる場所がね、河原。実践してるのを何回か見たことあるんですけど、荒川のとか多摩川に遊びに行ったらもう生えてましたね。水が好きとかそういうこと？好きです。すごい根の反応が早くて、普通だと1年でそこまでいかないだろうってぐらいものすごいね、根反応早いんで、毎年植え替えないと水切れさせる人がいるかもしれない。なるほど。うちでも2年に一遍は必ずやらない。で、葉っぱがまあ大中小あるし、丸葉もあるし、細長いのもあるんですが、花が白い花が房状みたいに咲くんですよね。ちっちゃい花がこうピュッて伸びたところにプチ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 ってついて、でそれが花が終わると実がなるんですけど、実は真っ黒です。黒い実で、それは秋から冬、葉っぱが落葉しますから、落葉した後実だけピュッ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 ってなるのが特徴ですね。で、ついついに出るんですよ。わかるかな？こういうふうに葉っぱがこう普通に、なんて言ったこれ、私専門用語じゃないんだけどなんかね、言い方ありますよね。こうじゃなくてね、なんでね、結構枝が重なりやすいの。そういうのも見極めて枝を剪定していったりするんですが、茎はすごくいいのでバッツリ切ってもどっからでも出ますね。そういう種類ですね。じゃあ枯れ枝がうんとあるの。ここら辺ね、ちょっと苔で埋まっちゃってるからあれなんだけど、最終的には植え替えるんですけどね。これは後で歯ブラシで磨かないと無理ですね。とりあえず整理するんで切ってきます。切るときにこうビューって伸びてるでしょ、こういうふうに。もう一番下の枝でとりあえず切っておいて、こういうのはもう取っちゃって、どういう風になってるか。またね、枯れ枝がすごいあるから、もう伸びてるやつ、右側の芽でどんどん切ってちっちゃくしていくみたいな。一応それをやってますが、一回切ってもまた切るようだと思いますよ。何しろ枯れ枝が多すぎてどこが枯れてるかわからない。この長いまんまだと。これ書いてるもんね。すごい書いてる。いらないでしょ、ここでいらない。で、目当たりがあれば結構出るので、長くこういう風に伸びちゃってる。ここで切ったら長すぎるので次とか、そうするとこっから出ますから、この目当たりのところから。そうしないと伸びた枝が綺麗になっていかないのでね。
枯れてるところと、まああとは長いのを詰めていくみたいな。そうとりあえずねやってみないとね、こんだけぐちゃぐちゃだとね、あと変なところから出てる枝とかちょっとこれどこだ。イボタの豆サイズみたいなのもあるんですか？もう挿し木でガンガンにつくので、それでちっちゃくてもね、古くないとちゃんと花咲きますから。あります？うちに、前にコブ鉢に植えたのイボタだ。あ、そっか。あれどうなったかな。葉っぱ出たでしょ。植えた時は確か豆サイズのイボタ。そう今出ましたね、ちょうどね。これでも結構肌がね、もう感じますね。ここ古いから、古いとこういうのがねできるんだよね。まあこれじゃなくても他にももっといっぱいあるけれども、そうですね。イボタ人気あるんですよ。なんて言うんだろう。枯れないからね。強いのこれ。挿し木でも増えるし。そうで形も面白いのが作れるし。この枝はもうダメだろ。でもこれ放置してたって割には枝伸びてないですね。多分水あんまやってなかったんじゃないんですか。辛めだからそれで伸びなかったんじゃない。古いし植え替えてないから元気がほらないわけさ。なるほど。それでだよきっと。だって完全に枯れてるようにしか見えませんでしたもん。これは無理だねって言ってほっといたやつなんで。でも水はね、とりあえずね可能性があるんでかけるんですよ。端っこの方に置いといても、そしたら吹いたら。今年植え替えてやんなければそのまんま枯れちゃうんじゃないかな。ハサミ入んないからね、枯れてんのね、これで折れるのよね。こうやってこれ折れないのは枯れてないってこと。立ち枝がいる。荒川なのに荒川のとこ取っちゃってしょうがないんだけどさ、取れるものはね、あれ取っとかないと後で困るでしょ。だいぶさっぱりした、これか。この枝が長いんだ。ここで切っとこうか。これね室になっちゃってるんだけど、これ取っちゃったら逆にどうしよう。取っちゃうんですか。これ皮をねきれいにした方がいい。こっち枝多いもんね、そっちが後ろになるんでしょうね多分。頭がない。これをどうしたらいいんだ。どうですか。これ頭そこに入りましたので、この枝がね突っ張かってんの。前向いてる。そうそれが良くないんだよね。取っちゃった方がさっぱりするかもしれない。曲として見た方が面白いかもしれない。ここだな問題は。この枝とこの枝がくっついちゃってんだよ。ここほらおかしいでしょ。交差しちゃってるでしょ。だからどっちか取る。これだね。こっちがいらないんだ。これ下ですね。下がいりますね。上取っちゃうとすごい寂しくなっちゃう。例えばそしてから全体見て、この枝もいらないかな。これいらないな。これ取っちゃったらどうなる。2段に分けてみようかと思います。1回目って感じかな。こんだけ乱れちゃってると、どこでもう1回吹くかよくわからないのがあるので、一度このぐらいにしといて、それで植え替えてみて元気になってからまた剪定、いらない枝とかわかるから、これがちょっと気になるんだよね、この枝がね。こっちから吹いてくれればいいんですけどね。でも取っちゃったら寂しい。なんか裏枝にはなってるようなね。取っちゃったら寂しいでしょ。ね。これでなんとか向きを少し植え替えの時に向きを変えれば、少し治るかもしれないね。今の状態だとこう流れてるだけなんで、
さっぱりした。来た。寒いっすよ。寒い。急に寒くなってきた。難しいですね。でも植え方もね、まあまあ。頭がこっちにもこっちにも見えちゃうから、どうすんだろうっていう。そう。だから最初からもうバッチリは決まんないんで、こんだけ乱れた木っていうのはね。やってみて、で、今度こっちに吹いたから、じゃあ頭こっちに移動しようかなとか。なるほど。思いながらやらないと急がないことですよ。急いでもね、古いからね、言うこと聞いてくんないから。新しい木だと結構こっちにしようなんて言うとすぐそっちになったりするんですが、なかなかね、思った通りにはいかない。そこが面白いとこなんだよ。面白いです。そうって頭逆じゃんとかってしょっちゅうあります。まあ生き物相手なんでね、思うところに葉っぱが出てくれないとか、それはありますから、これを今度は植え替え。これをもうどのくらい根が腐ってると思う。どのくらい植え替えてないのか。さあ、そうでもない。そうでもないですよ、意外と。根が回るの早いんだけど、弱ってるからかな、根がないもの。やっぱ腐ってた。結構根はぎっしりに見えますけど。こんなもんじゃないですよ。こんなもんじゃないんだ。元気とこれが入らないぐらい1年でいっぱいになっちゃうの。すごい。だからね、水やり忙しいんですよ、僕は。結構つけといてもあんま枯れない木だけど。あと、うろになりやすいですね、やっぱりね。野生のやつ見てもね、うろが多いのね。で、そのうろが面白いって言って、そのうろをきれいに掃除して、それでそれ以上腐んないように石灰溶剤塗ってね、白くしたりしてね、心拍のシャリとかと同じ感覚でやったりします、これは。そこが古くなるとどうしてもね、なっちゃうの。そう昔種まいて10年ぐらいですごいかっこいいのができたことがあるけど、昔だな。オスメスないから花咲けばね、なります。できれば白身のイボタってのがあるのよ。白身？身が本当は黒いんですけど、白身のイボタってのがあって、身が真っ白なんですよ。それがまた花つきが良くて、うちに1本だけあるんですけど、それが隣に置いてあると黒の方の身がバカみたいになるという。どういうことですか？交配してんじゃないですか？グレーになる？いや、そうじゃなくて、黒い実が1本だけだとなりが悪いわけさ。1本だとどうしてもね、オスメスなくても。で、黒同士よりも白のイボタの花と黒のイボタの花があると、すごいつきが良くなるの。アケビと一緒でしょ。で、その白のイボタを増やそうと思ってね、今伸ばしてるわけですよ。すぐつきますからね、挿し木で。もう手に入らない。やめちゃった盆栽屋さんの庭から持ってきたやつ。それはなんか突然変異的なやつなんですかね？いや、種類であると思いますよ、白身は。ほら、こんなにほら楽な方で、これ全然もう根っこがね、こんなね柔らかいなんでね、やっぱり古すぎて腐ってんだよ、この辺が。いやと下がほら根っこがない。多分植え替えてはあったんですね。すごい量あったからほとんど枯れてたんですけどね。要するに掃除するのが大変だから全部片付けてくれちょうだい。鉢今捨てるの大変ですからね。もう対策できるのならあれですね、盆栽祭りのところで、鉢から抜いて積み上げといてお客さんに選んでもらおうかな。これ以外にもあるんですか？わけわかんないのがいっぱいある。わけわかんない。種類がね、今ようやっと葉っぱが出てきたところでだんだん解明されてるんだけど、本人もわかんないから。いっぱいありすぎて。うまくでは一回洗いますが、これは土を落とすだけね。根元の苔洗います。よいしょって、こういうところのほら苔がね、金ブラシじゃないともう落ちないね。歯ブラシブラシ。最後ね、
空中から根が出ちゃう。苔を幹に生やすと、そこから根が生えてしまうので洗いましょう。上の方から根生えてますね。そうそうそう、そこに湿気があるから根が生えてきちゃう。つきがいい、ね、こういう植物、ほら刺してすぐつくようなやつは空中から生えてきちゃうから、紫式部なんかも結構生えちゃうし、根がある感じ。そう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 出ますね。大丈夫かな、これで大丈夫かな。よし、はい、綺麗になった、綺麗になった。すごい木だな。見れば見るほど。よいしょ。はい、だいぶ静止できました。生えてきました。ちょっと気に入らない枝が多々あるのですが、何しろ枯れているのでこれ以上は切れません。これ以上切っちゃうと裸になっちゃいますから。で、鉢合わせです。で、3つちょっと選んでみました。まず色物でやるとこんな感じ。ちょっと向きを変えますね。これもなかなか可愛らしい色がね、これはね中国鉢ですね、昔のね。でこれが四角の出物が合うとは思うんですよ。でこれともう一つ黒いのを出してみました。やっぱこの黒が引き締まっていいなって思うので、今回はこの黒にしてみようかと。こっちの色可愛いんですけど、この古びた感じはやっぱりこっちの方が角の方がいいかな。ちょっと大きいんですが、うちとしてはもう一回り小さくしたい。だけどないんですよ、ぴったりの鉢は意外と。なので元気出させるためにちょっと大きいけど、葉っぱ出ますからね、一回りこうわーってなると思うので、じゃあこれはこれ常滑かな。読めない読めない、古いんじゃないかな、もしかしたら。スポット、花は何月でしたっけ？花はね、4月の終わり。じゃあ今花芽ないか咲かない？今花芽ね、はっきりわかりますよ。先っちょに咲くんですね、ピューって伸びた。なんでその伸びてきた葉っぱっていうか、に触るの真ん中、そうすると硬いのが感じられたらそれは花芽が入ってるってことですから、切らないで置いとくんです。だいたい今花芽か花芽じゃないかは持ってる人は、花見終わった後に剪定して、そうね、見たければね、ただ実が止まるのでね、その場所が良ければ切らないで置いとけばそれは実になりますから。ただ普通に考えてる実と違って、先端からピュって伸びて咲くので、こんな感じになるから暴れちゃうみたいな。暴れますよ、暴れてもそれはイボタの特徴なのでしょうがないと思う。面白いっていうか面白いですよ。でこれ、豆だとこっから入るんですけど、大きいのでこっから入ります。結構入ると思うんだ。ザ出すんでちょっと起こすと、ちょっと起こしたいんでね、周りにも流れちゃうとあれなんで、そうするとね、起こすとね、こっち側の根っこが出ちゃうのね、どうしても上に、だからこっちの根っこを削らないといけない、こうやって出っ張ってってこうね。でさらにこっちに土を入れないと倒れちゃうので、まだ止める前に少し足しときます。はい。起こす理由は頭ですかね、頭の位置。そうここを頭にしたいんですよね、でこの枝ちょっと長いんだけど、元気になってこの辺から吹いたらもっと短くできますけど、そうするとこう下ろしちゃうと
頭が流れちゃうから、はいはい、正面にちょっとしたいので、ちょっとだけ起こしてあげる。流すなら流したでもっと流した方がいいんだけど、そこまで流れてないのね。よく見ると、はい、この枝立ってるし、この後ろ枝も逆に向いてるから、だからといってこれ取ってっちゃうとそうですね、あまりにも寂しくなっちゃう。元気がねまだ出てないから、そうこれはもう一回だから元気になって吹いてきたらもう一度考えてどっちに流した方がいいのか、それとも起こしたまんまで作っていくのかはそうね、あと2ヶ月先ですね、新芽が吹いてから先にだいぶ入れとかないと倒れてしまいます。入れます。こっちからこういう風になってますのでね、はい、この場合こっちを止めないとまた倒れてしまうんです、このサイズでも引っ掛け止めなんですね。うちはこの場合4箇所の引っ掛け止め、縛るとどうしても根っこに縛るようになっちゃうと、そうですね、粘りのところに針金が来るのがとても気になるんですよ、私。それが嫌で、穴が5つ開いてますから今この鉢は、4箇所でやれば要するに抜けなきゃいいわけですからね。まあね、根が動かなきゃいい。そうそれだったら別によくわかんない人がここで縛るとこの辺で縛っちゃうでしょ。傷がすごい出てきちゃうから、で取らないから、あれでやるんだったらもう安定して根が網にくっつくような状態になったら一度切ってあげないとかわいそうだよ、ちょうど4つ穴があって最高です。止めやすいんだこれがまた柔らかいのかな、皮がイボタは。だからね、根っこと根っこの間にねギュッて入れるとね入っちゃう、よいしょ。イボタなんかやったことないって人の方が多いかもしれないね。そうかもしれないですね。そうですよね。何でもあるんでね、ほぼないものあんまないかもしれない。貧乏だったんだよね。川でイボタの木をはーって思って花きれいがなってバーって切って刺してやったこと貧乏だったって仕入れができない。まあね、その辺のでできますからね、盆栽はね。ちっちゃいやつはね、山のね木をね人んちの庭の一枝もらうとかね、何でもやるからそれちょっと使えないな、その話いやちゃんと言ってもらうんだよ。言ってね、許可得てね、すいませんってこの枝一つ先っちょ切っていいですかって言って、例えば変わったもみじがあったりした場合、あと種くださいとか言って、だいたい近所の人なんでね、いいわよってみんな言ってくれるから問題はない。はい、もう大丈夫。4箇所止めました。固定されました。はい、切ったら今度土をね入れちゃって。イボタは花と実の時どっちが飾られること多いんですか？実かな。実かな。時期かな。時期的に4月の終わりくらいって植え替えした後なんであんまり展示会がない。そうですね。まあ秋は多いですからね。そうですね。あとね、葉っぱが落ちてから真冬。1月の展示では結構見ることがあります。実がすごい目立つから葉っぱが全部落ちちゃってて、残ってんですね。また実はもう全然、残ってます。でイボタの実って何に使うか知ってる？黒い実が、そうだな、こうなっててちっちゃい実がボツボツボツってつくんだけど黒い実がつくんですが、その黒い実を取って粉が入ってる中にね、粉っていう粉質があって、その粉でそろばんの玉を磨くの。そうなんですか。そう、そろばん作ってる人が玉を作って最後磨くんだけど、その時に使うのがイボタの実の粉です。なんでだろう。わかりませんけどいいんじゃないんですか。私はやってるとこは見たことないけど、そういう風に聞きました。つって結構ほら美男カズラのほら、やつも美男っていうだけあって、油、お相撲さんの瓶付け油、美男カズラの油ですね。だから美男って
でも今そろばん使ってる人いないからね。まあそうですね。そう言われてもへーって終わっちゃうんですけど、そろばん屋さんどうしてるかな。盆栽の食をね作ってるそろばん屋さんがいましてね、昔。同じようなもんじゃないですか、周りの枠が、それで食をねいつも展示会で売ってたそろばん屋さんどうしてるかな。さらに細かいの。そうでちょっと骨がね多いから、ここちょっともうちょっとここね、これまあしょうがないんだけどね、もっと綺麗にしたいけれども、時間が経てば古くなってくれば、見る人はその根っこが上の方に出てるやつを綺麗に切ると。元気になってくれれば、ね、根っこがほら見えるでしょ。気になる人はね細かく切ってください。はい、出来上がり。苔がありました。はい、これは元気がない木なので植え替えて、だいたい静止してあるけれども、ここから先どこから新芽が吹くか観察しながら、もうちょっと枝抜きをしたいですね。重なり合ってる枝があるんですよ、結構見ると。だけど今取っちゃうと間が抜けちゃうのね。取らないでどっかが吹いたらそこまで切り落とす方式でやらないとね、かわいそうだよね。でもあれですね、だいぶ立派になりましたね。そうですか。綺麗になったね。さっぱりしてよかったですね。あのまんまじゃなくてね、どうしようかと思っちゃった。切った枝でもまだ吹いてないところ、生きてるけど長いから切っちゃったとこいっぱいありますから、これ全部吹いてくれればもっとモコモコになって、5月ぐらいにはだいぶ雰囲気変わると思いますよ。はい。この後の作業的なのあるんですか？これ伸びますからね。今ある葉っぱが伸びるんです。これだいぶ小葉ですね。葉っぱが小さい。で伸びたのを放置するとだいたい1年でこのくらい伸びてしまうので、このくらい伸びた時点で摘みます。目摘み。摘むんですね。ハサミで切ってもいいけど、このくらい伸びたら摘むんですよ。そうすると摘むと今度こういうところとか、今枝だけでこれね、ここら辺から吹くから、ないところからどっからでも吹くんですね。胴体吹きもしますからね、これは。ひたすら目摘み。なるほど。で吹いていらないところから吹いたやつは芽かき。だから結構よく見て、1日1回はこう見てやって芽かきをしながら目摘みですね。はい、いいですね。肌もきやすいし、イボタ1個持ってても面白いと思います。こう古くなると味があるからね。結構ね、そういう角のある感じにもなるし、こういうちっちゃいのもね、これがね気になるんだね。これ出ない枝と出る枝があるんだね。ここ真ん中絶対出ないのでね、こういうのは取っちゃって、これは出ない。あとはあれだ、目摘みしつつ、はい、ちっちゃいのこれも見せましょうよ。それだってだけど切っちゃった。さっき切っちゃったけど、これもね可愛いですよね。ほんと豆サイズの。そう植え替えてもっとね、1年でこうなっちゃうから。さっきまでねこのぐらいあったけど、早いんで見た瞬間に切っちゃう癖があるんでもう大きいものからちっちゃいものまで楽しめますね。はい、刺せばすぐつくし、根が出やすいんでね、古い枝も取り切りできる。取り切りもできる、すぐ出る。これあってもいいですね、持ってても。一度はね。です。はい。そんなイボタとかも買えるイベントがあるんですか？イボタは持ってないか。うちはもちろん大盆栽祭りで、これもその頃には落ち着いてるからね、もっと葉っぱが出てて。大盆栽祭りで販売してますか？
してます。イモタは結構あります。ちっちゃいの？ちっちゃいのが多いですよ。こんな大きいのは荒川イモタで土鉢に入ってるので、これから植え替えるやつで、これのお仲間がまだいるんですね。あるんですよ。すっごい古い木。なんならこれも売ってますよね。これも売りますよ。その時になってればもう根が安定してますし、しっかりと根がありましたから、別にそのまんま5月なら販売できますから、お楽しみ。5月の大盆栽祭り、お楽しみにしてください。でも多分これも言った方がいい？次回の動画の予告じゃないですけど、上野グリーンクラブで、4月の、17、18、19ですか。昔緑風展って言ってたイベントが水緑盆栽展って、去年からかな変わったんですけど、いつも大きい盆栽だけをやるんですが、今年は商品盆栽フェア、去年ね1回やってるんです、4月に。それと同時開催、でだからこんな大きい盆栽からこんな小さい盆栽まで、出展してるので、展示会も大きい方もちっちゃい方もあります。で水石展もあります。ですから大イベントですね、4月のね。でこれにうちも出ますけれども、今回は諸事情により一つの種類の木だけを販売することにします。もう決定？ほぼ決定だな。全部出す。9割とかそういうこと？そうですね。鉢とかも売りますもんね、もちろん。もちろん鉢は売りますけど、鉢は植え替えの時期なんでね、大量に持ってきますけれども、木の種類がと入っちゃった。入っちゃったのがあるので、入っちゃってます。それのこんなちっちゃいのからこんな大きいのまで取り揃えてやります。じゃあその紹介は次回の動画で紹介しますので、ぜひご覧ください。お疲れ様です。じゃあお疲れ様でした。いいよ。毎回そう。